こんにちは、アリアです。これまでのお話では、リラからクレアデスへ渡った人々、そしてベガやシリウスへ渡った人々について見てきました。リラ戦争という大きな分裂の後、多くの魂は新しい地を求め、それぞれの願いに応じて旅立ちました。クレアデスに向かったのは、調和と愛の中で癒しを求めた魂。ベガを選んだのは、静けさと多様性を抱きながら、自由に共存したいと望んだ魂。そして、シリウスを選んだのは、力を投与し、知識を体系化することで、再び進化を目指した魂でした。では、オリオンを選んだ人々は、どのような動機を抱いていたのでしょうか。リラ文明の分裂を振り返ると、その中心には、精神性と物質主義の対立がありました。精神派は、自然との調和や内面の探求を重視し、自由と調和を求めました。一方で、物質派は力や技術を追求し、外の世界を切り開きたいという意志を強めていきました。やがて、両者の溝は埋められなくなり、ついには戦争へと発展しました。その戦争は、リラ全体を深く傷つけ、多くの魂に力の扱いを誤れば、文明は崩壊するという記憶を刻みました。精神派の多くは、リラを離れた後、クレアデスやベガを選びました。そこでは、癒し、静けさ、自由な共存といった方向性が自然に受け入れられたのです。では、物質派の魂はどうしたのでしょうか。彼らは、力を完全に放棄することを望みませんでした。むしろ、力をさらに突き詰め、どこまで扱えるのかを試したいと願いました。リラで争いを生んだ原因を力そのものの存在ではなく、力を使い切れなかった未熟さにあると考えたのです。その考え方が彼らをオリオンへと導きました。オリオンという星系は銀河の中でも特に複雑で激しい場所でした。巨大な星雲が渦巻き、恒星が次々に誕生しては爆発し、強烈なエネルギーの流れが常に生じていました。安定や調和を求めるには向いていない星系ですが、逆に試練と対立を学ぶには最適な環境でした。物質派の魂にとって、オリオンはまさに力を極限まで試せる舞台だったのです。さらに、オリオンには未発達な惑星が多く存在し、新たな文明を築く余地がありました。彼らはそこに自分たちの理想を投影しました。リラでは果たせなかった夢をこの地で実現する。それが彼らの野心でした。しかし、その夢の根底には支配と制御の思想が含まれていました。リラでの物質派は自由な精神性と折り合えず、強さを持つ者が弱い者を導くべきだと考える傾向がありました。その考え方はオリオンへ渡った後、さらに強調されていきます。つまり、オリオンを選んだのは、主に、リラで、物質派と呼ばれた人々でした。彼らは、精神派が選んだ、クレアデスやベガとは違い、癒しや調和よりも、挑戦と力の拡大を求めたのです。この選択には、3つの大きな理由がありました。第一に、力の本質を見極めるため、彼らは、戦争で力を誤用した経験を持ちながらも、それを放棄せず、では、正しく使えばどうなるのかを徹底的に試したいと望みました。第2に、影と向き合うため、オリオンは、光と影が入り混じる場でした。物質派の魂は、自らの欲望や恐れを逃げずに直視することが統合につながると信じていました。しかしその挑戦は、時に影に飲まれ、支配や恐怖の連鎖を強める危険をはらんでいました。第3に、新しい文明を作りたいという野心。オリオンには、未開の惑星が広がり、技術や秩序を新たに打ち立てる余地がありました。物質派の魂は、そこに強固で揺るぎない社会を築くことを夢見ました。彼らにとって、クレアデスのような柔らかい共同体は脆弱に移り、ベガの静けさは
停滞に見えたのです。このように、リラで物質主義を強めた魂の多くが、オリオンを選びました。彼らにとって、オリオンは安らぎの場ではなく、試練の星であり、力の進化を問う舞台でした。もちろん、この選択は大きなリスクを伴いました。オリオンのエネルギーは強烈で、魂を容易に分裂や対立へと導く性質を持っていました。癒しを求めた魂なら、近づきたくないような場に、あえて足を踏み入れたのです。それでも彼らは、この道を選びました。なぜなら、影を克服しなければ、真の進化は訪れないと信じていたからです。オリオンに渡った魂たちは、光と影の交錯する場で、自分自身の内なる闇を映し出しながら、新しい文明を築こうとしたのです。そして、この選択こそが、後に、オリオン大戦と呼ばれる、銀河規模の争いの種をまくことになりました。リラからオリオンへ、それは、癒しではなく、挑戦を、調和ではなく、力を選んだ魂たちの物語の始まりでした。オリオンの地は、リラで育った者たちにとって、驚きと挑戦に満ちていました。この星系は、巨大な星雲に包まれ、絶えず新しい星が誕生し、また、爆発して消えていく。その不安定さは、彼らの魂の在り方を映す鏡のようでした。静けさを望む者ならば、耐えられなかったでしょう。しかし、力を試したいと願った物質派にとっては、その環境こそ、挑戦と成長の舞台となったのです。最初に築かれたのは、拠点都市と呼べるものです。彼らは、持ち込んだリラの技術を駆使し、鉱物資源を利用して、巨大な建築を生み出しました。ベガが、自然と調和する文化を選んだのに対し、オリオンでは、自然を制御する姿勢が強調されました。山を切り開き、大地を組み替え、星のエネルギーを収束させて、動力に変える。その文明は、まるで、力を目に見える形で示すことを目的としているかのようでした。日常生活においても、力の序列が存在しました。力を持つ者が共同体を導き、知識や技術を持つ者が優位に立つ。その構造は、リラの戦争での分裂をさらに強固にしたように見えるかもしれません。けれど、彼らにとって、それは争いを避ける仕組みでもありました。誰が導くのかをはっきりさせることで無秩序を防ぐ。それが彼らなりの秩序だったのです。教育の形もまた、リラとは大きく異なりました。子供は幼い頃から訓練を受け、力の使い方を学びました。戦士としての技術、精神を制御する方法、そして技術を扱う知識、すべては弱さを残さないためでした。この教育は厳しくもありましたが、魂に強い責任感と集中力を植え付けました。芸術や文化もオリオン独自の形を持ちました。ベガが音楽の響きを中心に据え、シリウスが幾何学や光の秩序を重んじたのに対し、オリオンは力の象徴を芸術にしました。巨大な像や記念碑、星のエネルギーを集める建造物、それらは美しさよりも威厳と畏怖を感じさせるものでした。芸術は人を癒すためではなく、人を奮い立たせ、時に服従させる力を持つものであったのです。食文化も彼らの気質を反映していました。豊かな資源を活用し、肉体を強化するための食事が重視されました。薬草や鉱石のエキスを取り入れ、力を増幅させる調合が広まりました。食事は楽しみや分かち合いというよりも、次の戦いに備えるための補給としての色が強かったのです。社会が発展するにつれ、オリオンの人々は支配と反発のサイクルを日常に抱えるようになりました。力を持つ者は支配を強め、弱い者は従わざるを得ない。けれど、従った魂の中には反発の芽が必ず生まれました。それがやがて再び対立を呼び込み、社会の内部に緊張を生み出したのです。
こうした仕組みは、一見すると失敗の繰り返しに見えます。けれど、彼らにとっては、それこそが影と力に向き合う訓練でした。対立を避けるのではなく、対立の中にこそ真実があると信じていたのです。オリオンに渡ったリラの物質派は、こうして支配と反発という不安定なバランスを抱えながらも文明を発展させました。その姿は地球で後に繰り返される帝国や権力構造にも重なります。強い者が統治し、弱い者が従う。しかし、反発が必ず芽吹く。オリオン文明は、まさに銀河における人間社会の原型を映すかのようでした。死生観にもリラとの差が現れました。リラでは、魂の自由な旅立ちが尊ばれ、ベガでは、死は戦慄への帰還とされました。しかし、オリオンでは、死は力を示す最後の証と捉えられました。戦いに敗れて死ぬことは恥ではなく、むしろ名誉とされました。死者は巨大な記念碑に刻まれ、その名は力の象徴として語り継がれました。こうして彼らはオリオンに馴染み、日常を築いていきました。その日常は安らぎとは程遠く、常に緊張と挑戦を伴うものでした。けれども、彼らにとって、それは魂を鍛えるための必然だったのです。やがて、この文明は銀河全体を揺るがすほどの争いを引き起こしていきます。それがオリオン大戦と呼ばれる出来事です。力を求めて渡った彼らがどのようにして大戦の渦を生み出したのか、その物語は銀河史の中でも特に深い影を落とすものとなります。オリオン大戦の物語はすでに動画にしてあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。4話にわたってお話ししてきたリラから他の星へと向かった魂たちの物語、いかがだったでしょうか。振り返ってみると、それぞれの星がまるで鏡のようにリラが抱えていた思いを映し出していたように感じます。クレアデスでは癒しと調和を、ベガでは自由と創造、シリウスでは英知と秩序、そしてオリオンでは力と影の意味を。どの星の記憶にも光と学びがありました。私自身、このシリーズを通して感じたのは、魂はそれぞれの星で希望と理想を持ちながら生き方を模索していたということ。どの星へ行っても誰もが不完全な中で努力しながら少しでも良い世界を築こうとしていました。その姿はとても人間的で、そして深い学びを感じました。どんなに理想的に見える世界でも、リラのように調和が崩れてしまえば、あっという間に崩壊してしまう。だからこそ、どの文明も慎重に何度でもやり直しながら、より良い形を探し続けていたのだと思います。この物語があなた自身の魂の旅を思い出すきっかけになれたなら、とても嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。